ラティオスイベントまでのフィールドの選び方。ジャスパルと申します。木の実ウィークも最終盤楽しまれておりますでしょうか。私は一昨日くらいからまったり食材集めに移っております。さて今週は非常に多くの情報が出てまいりましたのでやってまいりましょう。来週どこ行く。今回は来週に限らずラティオスイベント終了までを見据えて今からどう動いていくと良さそうか考えていきたいと思います。ラティオスイベントが終わるまでの推定5週間ですね。それでは参ります。ということでまず最初に恒例となっております来週の予定から確認していきたいと思います。来週は特に何もない1週間となります。ただし月曜日だけニュームーンデーが重なります。まあ1日だけなのでそれがフィールド選びに影響あるかどうかは未知数ですかね。ダークライも全フィールドに出てきてくれるようになりましたしね。ってことで基本的には再来週のドラゴンピックウィークに向けて食材の準備をしつつフィールドボーナス上げのことを考えてフィールドを選ぶのがいいのかなと思います。人によってはラティオスイベントに向けてもうお手伝いブーストをため出すよっていう方とかもいらっしゃるでしょうかね。その他来週あるかもしれないのが 3.5.0 アップデートですね。ミニロードマップで言われてたやつ。伝説のポケモンの満腹率が緩和されるものかと思います。それ以外にも何かアップデート入るでしょうかね。個人的にはねもういい加減さすがにいよいよアンバー御三家の最終枠入りが行われるんじゃないかと思ってるんですが、ここまで堅くなにやらないということは新フィールドが来るまでとかは最終枠入りさせないつもりなのかもしれませんね。最終枠について何かしら情報をお持ちの方はぜひお教えいただけますと幸いです。またラティオスの新情報が来るということも確定しておりますね。こちらも木曜日に来るんでしょうか。楽しみにしておきたいと思います。まあそんな感じで来週は月曜日だけニュームーンデーの最終日と被りまして木曜日とかにアップデートがあったりラティオスの新情報が来たりしそうなんですが、それ以外は特に何もない1週間となります。夏には各種上限解放も訪れそうなので特に作りやすいレシピのレシピレベル上げなんかも意識して食材集めておきましょう。そんな来週の予定でした。さあそれではここからは来週以降ラティオスイベント終了までのフィールドの選び方についてポイントを絞って考えていきたいと思います。まず大きなポイントこの3つかなと思っています。厳選、育成、フィールドボーナスです。まあ早い話がミニ竜を狙う、達兵衛を狙う、若草行くみたいな話ですね。それに加えて EX チケットやカレーフェスあたりの要素もふんわり意識してみてください。こちら順番にお話ししていきます。ってことでまず厳選に関して再来週のドラゴンピックウィークもラティオスイベントでもドラゴンタイプのピックアップが続きそうなことが予想されます。ってことで厳選に関してはざっくりこの4つの選択肢が分かりやすいのかなと思いますね。1、ミニ竜を探す。2、達兵衛を探す。3、若草で両方探す。4、ドラゴンは特に探さない。まあこんな感じなのかなと。ミニ竜狙いであればラピスか若草、達兵衛狙いであればアンバーか若草。まあフィールドが開放されているかどうかだったりこの後の育成についての部分も合わせて考えていきたいんですが、ひとまずなんとなくのフィールドが見えてくることと思います。ミニ竜も達兵衛も本当に強力なポケモンですしジジイロンがそこに名乗りを上げてくるかもしれないんですが、無課金の視点では多くの方におすすめしやすいのはミニ竜なのかなと思ってます。達兵衛すなわちボーマンダは木の実のポケモンなのでアンバー渓谷が主な活躍のフィールドになるのに対して食材のポケモンである海竜はより汎用性高く活躍してくれるものと思っています。まあボーマンダも木の実不一致のフィールドでも活躍できちゃうくらいのポテンシャルはあるんですけどね。何より海竜の食材、ハーブ、コーン、オイルどれも結構貴重なのが海竜の強さに拍車をかけているような気がしますね。ハーブの食材のポケモンって数が少なくて A ハーブのポケモンは他にゲンガーのみ B ハーブもできればアボカドで採用したいフライゴンのみとかなり貴重な食材になっています。今はねそこまで幅広いレシピに使われているわけではないんですけれども今後は分かりませんね。まあハーブと生姜は海竜とバンギラスが強すぎてあんまり使われてないんじゃないかなんてかねてから言われているくらいだったりもしますね。
他にもコーンもゲットしづらいキワワ以外だとヌイコグマかミニ竜がメインになる貴重な食材と言える代物でしょう。でオイルに関しても他にオイルを集められるポケモンたちの食材の能力がメタモンやドクロッグを基準にしているからなのか軒並み低めにデザインされていることが多くて、オイル最強も ABB レントラーだったりします。そんなわけで海竜でオイルを集めるっていう意義もある程度あるのかなと思っています。みたいな部分でね、存在も食材もなかなか貴重で、それでいてぶっ飛んだ強さを備えているので、もう海竜めちゃくちゃおすすめできるなと思ってます。まあそういった部分でまずね、ミニ竜を狙うか達兵衛を狙うか、それ以外か自分の手持ちに合わせて考えてみてください。なお厳選に関してはミニロードマップで発表されている夏のフィールド調整でミニ竜だったり達兵衛みたいなフィールド固有のポケモンは探しやすくなる可能性もあるのかななんて思ってます。逆にチルッとは出現フィールドが減ったりする場合も考えられるかなと思うので、チルッとを今のうちに探すっていう選択肢もありかもしれませんね。またラティオスイベント本番でもドラゴンタイプがピックアップされることになるんじゃないかと思ってるんですが、本番でラティオスにボーナスサブレをあげる場合、他のポケモンにサブレをあげる余裕はないがちなんじゃないかなとも思います。まあこれはだいぶ無課金的な悩みなような気もするんですけどね。ラティオスイベントでラティオスのゲットに重きを置く方は、他のドラゴンタイプの厳選はドラゴンピックウィークがチャンス確定もありますし、一つ勝負になりそうですね。そんなわけで狙いのポケモンにチャンスがつくように、ぜひともグッドボタンで得を高めておいていただけますと幸いです。いつも助かってます。まあそんな感じで厳選に関しては、まずピックアップのドラゴンタイプで誰をゲットしたいのか、まあ別にドラゴンタイプは間に合っているのかどうかなどで行きたいフィールド見えてくるんじゃないかなと思います。そこに次の育成に関しての要素も足してあげましょう。ってことでお次、育成に関してミニ竜の飴を集めるならラピス、達兵衛の飴を集めるならアンバー、若草では飴集めはそれなりってことで、飴集めの観点もちょっと気にしてみてほしいなと思います。先ほどおすすめはミニ竜と伝えましたので、フィールドのおすすめもラピスになりますでしょうかね。ただし飴集めに有効な進化5が出現するためには、それなりにしっかりと眠気パワーが稼げることが重要になりますので、必ずしもラピスに行ったからミニ竜の飴がたくさん手に入るというわけじゃないっていうところはご注意ください。若草には若草の良さがちゃんとありますね。ってことでミニ竜と達兵衛なんですが、育成に必要な EXP が通常のポケモンの 1.5 倍になっている大器晩成なポケモンです。なのでせっかくゲットできても飴がないとなかなか育てられないぜってことで、飴的な観点もフィールド選びに組み込んでみてください。眠気パワーが稼げるのかどうかも重要ですし、フレンドさんの進捗も大きな要素になるかなと思います。今回のドラゴンピックアップ進化5も含めてラティアス以外の全てのドラゴンタイプがラインナップされているので、眠気パワーが稼げるのであればラピスはミニ竜の飴集めに有効で、アンバーは達兵衛の飴集めに有効であると考えられます。若草や若草 EX はミニ竜と達兵衛のみゲスト出演してくれるんですが、進化後は出現しないので飴に関してはそれなりでしょうかね。 EX は他のフィールドよりも各出現期待値や飴の期待値も下がりそうな気がするので、フィールドボーナス上げの側面が大きくなるんじゃないかなとは思ってます。ちなみに達兵衛の飴はボーマンダーを育成していないパルのメインアカウントでは現在1400個ほどありますね。もうアンバー渓谷のフィールドボーナスは 85% になっておりますし、すでに2週間分フィールドボーナスをこぼしていて今週もいるということで、今週でちょうど20週間アンバー渓谷に通っていることになります。でその間に達兵衛がピックアップされるキャンペーンも今週含めてそれなりには経験してきましたし、フレンドさんも比較的進捗近い方が多いんじゃないかなと思うので、そんな状況で20週間過ごして飴1400個ほどとなっております。全て飴ブーストすればレベル60くらいになるでしょうかね。こちらは何かの参考になりますでしょうか。20週間アンバーで過ごしていて、ボーマンダの遭遇数が1回のみとなっているので、ここが飴の手に入れづらさにつながっているような気もしますね。今回の小ピックアップ、一体どこまで機能してくれるでしょうか。飴集めをしたい方はしっかりと準備を整えてエナジーも稼げるようにスタンバイしておきたいですね。
なおサブアカではすでにボーマンダを育成しておりまして、そちら現在レベル62、それなりに万能飴も使っていて、ホリデー飴ブーストもミニ飴ブーストも使った記憶なんですけど、一応今手元にある飴を全て使えば1匹をレベル65まで育成することは可能となってますね。この子は累計90日間くらい一緒に寝てるみたいなんですが、一応これも何かの参考までに。まだラピスやアンバーが解放できてないという方は、早めに一緒に寝ることで育成を進めるっていうのも大事かもしれませんね。メインアカウントはアンバーのフィールドボーナスがカンストしてからようやく達兵衛を育成し始めました。それだとね、ちょっと本末転倒味は感じちゃいますよね。そんなわけで育成面、ミニ竜の飴を集めるか達兵衛の飴を集めるか、そのフィールドで進化後が出てこられるくらいエナジーが稼げるのかといったところにも注目してみてください。そしてエナジー稼ぎに重要な最後のポイントがフィールドボーナスですね。フィールドボーナスを高めてエナジーが稼げるようになると、飴的にも重要なだけでなく、ラティオスの羽毛的なイベントアイテムの獲得量も増えることに寄与するはずです。イベントがラティアスと同じような形式ならなんですけどね。もしラティオスイベント終了まで全て同じフィールドに行くとすると、おそらく5週間そのフィールドに滞在することになるんじゃないかと思います。来週ドラゴンピックウィーク、その次の準備週、ラティオス1週目、ラティオス2週目、計5週間。ここでフィールドボーナスが溢れちゃうぜって方は、溢れても問題ないかどうか考えてみてください。 EX に関しては溢れた分は虚空に消えることになりますね。その他フィールドボーナス的に気になることは、ラティオスイベントが終わった後に来るんじゃないかと思っているカレーフェスでしょうか。例えばカレーフェスでラピスやアンバーのマスター20に挑戦してみようという方は、今のうちからフィールドボーナス上げも意識しておいた方がいいかもしれません。また今年の下半期9月くらいにクレセリアイベントの復刻が行われるとしたら、そのタイミングでもラピスとかに行きたくなるかもしれませんね。実際に来るかも謎なので、ここまで考慮しなくてもいいでしょうか。夏にはね、各フィールドの出現ポケモンの調整が行われるみたいなので、今はエナジーの稼げるフィールドに行って調整が行われた後に狙いのポケモンを探して未開の地に赴くというのもいいかもしれません。来週もフィールドボーナスを上げておくべきか、イベント以外はフィールドボーナスは別のフィールドに回すべきか、ぜひとも考えてみてください。フィールドボーナスでした。ってことで、来週以降の過ごし方、ドラゴンのピックアップをメインに考えてみました。ミニ竜か達兵衛か、進化後が出てくるだけのエナジーは稼げるのか、フィールドボーナスを調整すべきか、上げ込んでおくべきか、ぜひ来週以降のフィールド選びで気にしてみてください。そして番外編というか、最後に若草 EX に関してなんですが、EX だけは EX チケットが必要になります。毎月3枚、プレミアムパスに入っていればプラス1枚。EX に行くフィールドボーナスを上げるという場合必須になりますので、スリープポイントの確保はお忘れなく。今回ラティオスイベントがドラゴン木の実確定なのであれば、木の実ガチャの必要性は薄いんじゃないかなとは思ってるんですけど、もし残り2種の木の実ガチャに挑戦する場合はかなりの苦行となるんじゃないかなと思います。しっかりとチケットを溜め込んでおきましょう。2枚までしか持てはしないんですけどね。またカレーフェスでも EX に行こうと考えている場合、ラティオスイベントと同じ6月中に開催される可能性があるかなと思っているので、こちらもご注意ください。6月29日から何かしらのキャンペーンが走るんじゃないかと思ってるんですけど、どうなるでしょうかね。むしろガチャるのであればカレーフェスっていう方もいらっしゃるかと思うので、そこも含めて EX チケットの使い道もなんとなくチェックしておきましょう。そんな EX チケットについてでした。ということで、ラティオスイベントまでのフィールドの選び方、特にミニ竜達兵衛の厳選育成を中心にお話ししてきました。最終的にまとめると、ミニ竜狙いでラピスのエナジーが稼げるならラピス、達兵衛狙いでアンバーのエナジーが稼げるならアンバー、そうでない場合や初心者であれば若草がおすすめのフィールドになるかと思います。ミニ竜も達兵衛も非常に強力なポケモンなので、ぜひゲットしてがっつり育成してみてください。皆さんがどこのフィールドに行きたいかどうかコメントお待ちしております。
もうミニ竜達兵衛は間に合ってますっていう方はどこに行きますか？ぜひねそちらもお教えください。そんなラティオスイベントまでのフィールドの選び方でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりまして動画制作の励みとなりますし私が助かりますので皆さんの得が高まります。本当にめんどくさいワンアクションなんですけれどもいつもたくさんの応援ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。それでは木の実ウィークもニュームーンデーに突入しましたので皆さんに素敵な色違いとの出会いがあることを願っております。来週はラティオスの詳細楽しみですね。来週も元気にいってらっしゃい。またねバイバーイ。